カリによるシンガポールのカフェ特集。5ヶ月かけておしゃれカフェ、コンセプトカフェをいろいろ回って撮影してきました。それぞれの魅力と注目ポイントを今日はお伝えしますので、ぜひご参考になさってください。まずこちらはケーキスイーツ、 KKI って書いてケーキスイーツ。こちらはエスプラネール付近にある個性あふれるデザートバーです。独自のスタイルを貫きながらも日本のインフルエンスを受けています。今気づいたんですけど、 KKI ケーキでジャパニーズかって今更感がすごい。メニューもインテリアコーディネーターみたいな、ちょっとミニマリストすぎて画像検索しないとよくわかりません。2009年に別の店舗をオープンしたのが始まりで、それが最初だったんですけど、ムースケーキが絶大な人気を経て、コロナ後の2020年にこちらの店舗がオープンされました。私が注文したこちらのモンブランは現在はメニューに載っていませんが、きっとまた出てくるでしょう。栗のペーストが甘すぎず、大好きなラムレーズンもいいアクセントでとても美味しかったです。そしてこちらはテーといってアールグレイムースに梨のコンポート、そしてヘーゼルナッツが入ってます。夏系なので私からの味の感想はないです、すみません。そして最後に注文した J、 こちらは一番人気の目玉商品です。黒ごまでできた植木鉢はまろやかで、さっぱりとした柚子のフィリングを包み込んでくれます。おまけに中の抹茶クリスプでサクサクとした食感も楽しめる、目と口を驚かせてくれるユニークなケーキでした。他のケーキ屋さんと比べると高級レンジに入りますが、作品のようなケーキを目でたしなむ、そして味はこの2つの体験価格ではないでしょうか。ちなみに事前予約はマストで、オンラインで予約するときにメニューも決めます。次はカフェデネコースフラワー、花屋さんとカフェが融合しているガーネテーマのカフェです。シンガポールのインスタグラムカフェと言われているぐらい有名で、予約も必須です。目玉といえるドリンクはマーメイドティー。こちらはバタフライピー、超豆のお茶とハニーレモンジュースでできてます。化学反応で青くなるのでとても面白くて、味もさっぱりしていてスイーツ食べる方にはおすすめのドリンクです。そしてもう一つのドリンクは Perfect Couple。こちらは宇治抹茶とスイートポテトに豆乳のフォームがトッピングされています。かなりミルキーで濃厚です。一つ目のデザートは北海道ストロベリー&バニラアイスクリームパフェっていう巨大なパフェで、想像以上に大きくてちょっと食べにくかったんですけど、全部美味しかったです。そしてもう一つのデザートはブルーベリースフレパンケーキ。こちらはブルーベリーのスフレパンケーキです。アイスまでついていてモリモリです。ふわふわで優しい甘さをするパンケーキは酸味の効いたブルーベリーのソースと相性抜群でした。アイスクリームも濃厚で堪能しました。サービスもよく、少々お値段は張るけど華やかでメルヘンなデザインで、おとぎ話の中に入ったような特別なひとときでした。イースト方面にある少しアクセスしにくいカフェですが、姉妹店のレ・ジャーディンがフォートカニングにもあります。どちらの店舗もペット可能なので、可愛いワンちゃんも見かけるかもしれません。次はガラッと雰囲気が変わったイクエコーヒー、タンジョンパガーにあるミニマリストなカフェです。入り口のぽっかりと開いた壁の感じがインダストリアルなコンセプトを象徴しています。名前の通り数学のコンセプトが強く、プラス、マイナス、モルティプライ、掛け算、ディバイド、割り算のロゴがあちこちに見かけます。こちらはカヌレです。バニラとラム酒入りのカヌレは香り豊かでちょっとしたおやつにぴったりでした。抹茶ラテも甘さ控えめで美味しかったです。ちなみになぜこの動画で抹茶系が多いかというと、透明なドリンクはあんまり撮影しにくかったり、濃い色のドリンクだとあんまり映えなかったりするからです。ちなみにブラジルとインドネシアから来たこだわりのコーヒー豆も評判いいので、次回はコーヒー系頼んでみようかなと思います。で、実はこのカフェ、タンジョンパガープラザ HDB の2階にある隠れカフェです。今年オープンした時、HDB には珍しいおしゃれなミニマリストなカフェだと話題になりました。次のカフェは落ち着いた青色の内装が特徴的なイースト方面にある The Wonderment Collective。エレガントなデザインで深い青色がゴールドのアクセントを引き立ててくれます。ヨーロッパからインスピレーションを受けたスイーツを作っているそうで、朝食メニューもあります。私はこちらのアフタヌーンティーを注文したのですが、紅茶付き2人分で58ドルでした。約4800円ですね。
ホテルと比べるとかなりお手頃です。もちろん5つ星ホテルのアフタヌーンティーと違って特別変わったファンシーなメニューというよりかは馴染みのあるスイーツでとても気軽に行けるところかなって思いました。人も少なくブルーのイメージ効果でゆったりと時間が進み全体的にリラックスしやすい空間でした。特に美味しいなと思ったのがラズベリータルトとちっちゃなチョコレートのムース、わかんないけどチョコのあれです。濃厚で甘すぎず食べやすくてとても美味しかったです。すみません語彙力がなくて。大好きな青に囲まれて非日常を味わえるとても楽しい空間でした。こちらの時計ノードグリーンのものなんですがクリスマスキャンペーンもやっているのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。ゲイランの方にあるポツンとしたカフェですが結構人気で席が限られているのもあるので予約することをおすすめします。こちらはデザインオーチャードの屋上にある隠れカフェ Alchemist です。エクエコーヒーと似ていてコンクリートや鉄の冷たいインダストリアルな内装です。場所もオーチャードということから仕事のミーティングをしている活気あふれるお客さんと屋外の緑や室内を照らす自然光が温かみを出してくれます。注文後コーヒーを作るのでこちらもコーヒーファンに人気なカフェです。夕方行ったので食べ物一つしか残っていませんでした。残念。私はこの時モカを飲みながら打ち合わせをしていました。デザインオーチャードの屋上はこちらのカフェとつながっていないのでオーチャードの景色だけを見たいという方でも気軽に来れます。カフェ特集最後はホーランドビレッジにあるデザート専門店のカフェです。ケーキ、チョコレート、アイスクリームがありますがワッフルアイスクリームが一番有名です。ブックカフェをイメージしているのかダークブラウンを基調とした内装は落ち着かせてくれて穏やかな時間を過ごせました。こちらアイスクリームの味とかトッピングを何にしようか結構悩むんですけどその悩む時間も楽しいです。何と何を選ぼうかイメージつかない方はネットを見たりカウンターにあるトッピングの実物を見ることをおすすめします。私はご飯食べなかったのでワッフル2枚になんかしちゃってシーソルグラメルカっていうシーソルトのアイスクリームを選んで友達は限定のっていうか新作の玄米茶のアイスクリームを頼んでいました。あとこれよく見るとソフトクリームの下にビスケットがあるんですね。なのでソフトクリームでワッフルがしなしなになるベタベタになるっていうことはあんまりないです。ゆっくり美味しく食べられます。サクふわのワッフルと一緒に食べるまろやかなソフトクリームも最高でした。シングルは10ドル、ダブルは18ドルでソースとトッピング各2種類選べます。ボリューミーなデザートはもはや食事って感じなので、リーズナブルではないでしょうか。こちらも非常に人気のため予約必須です。皆さんいかがでしたか？美味しいものがある、楽しいひとときを過ごせるユニークなカフェを紹介してみました。この中でリピートするとしたらやはりアクセスしやすいエクエコーヒーでコーヒー系のドリンクやサンデーフォークスでまた違ったワッフルアイスをいただきたいなと思っています。カフェ巡りまとめを見たいという声がありましたらまた特集してみますのでご感想お待ちしております。またシンガポールのおすすめカフェなどもありましたらぜひぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。またね。